おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はコートドポーのロティとシンプルにじゃがいもを皮付きままオーブンに入れたポンムドテロー風を紹介します。今回ドゥーブルコートですね。2本分の骨付きの豚のロース肉を使っています。オーブンに入れずにフライパンだけでゆっくりと仕上げていきます。このようにですね、骨付きのままじっくりとロティしていきます。それでは一緒に作っていきましょう。それではまず油の部分をそぎ落としていきます。なるべく同じ厚さになるように油の部分を切り揃えていきます。今回この分厚い肉の塊骨付きですけども、オーブンに入れずに仕上げていきたいと思います。じっくりとロティしながらアロゼをしてですね、しっとりと仕上げていきます。余分な油ですけどもキューブに切って一緒にロティしていきます。今回、ガルニチュールとしてですけども、ジューの中に一緒にロティしながらエシャロットコンフィとアーユコンフィを一緒に仕上げていきます。今回ソース自体はジューリエトマテ、ジューを普通に作ってそこにトマトのコンカッセを入れてジューを仕上げていきます。その時一緒にロティしながらエシャロットをコンフィ状にして、あとニンニクもそのままロティしてそれもソースの中に入れて仕上げていきたいと思います。ですのでニンニクは皮付きのまま、中が腐っていないか確認します。あとエシャロットも芯を残してきれいにエプルシェしていきます。エシャロットですけども、剥いてる最中にちょっと色が変わってる、腐ってるところがあれば取り除いてください。このように二股になっている部分は分けて、乾いている部分の皮は剥いて芯の方は残したままエプルシェしていきます。この時ですけども、エシャロットのサイズなるべく同じぐらいのサイズになる方がキュイッソンが均一になって非常にいいと思います。ですのでこのようにちょっと余分な一層部分も剥いて同じサイズに揃えてください。一番重要なのはこの芯をつけておくことですね。丸のままロティしていくと根っこの部分がついていないとバラバラになってしまいます。今剥いたエシャロットの下準備です。水と塩を入れたところで一沸かしさせます。これを最初からブランシーせずにロティしてしまうと、中に火が入った時に周りが乾いてカリカリになって美味しくありません。ですのでブランシールすることによって中まできっちりが入ってしっとりと仕上がります。火の入る加減ですけども、一沸かしさせた状態です。金串などで刺してみるとまだ中心の方は若干生の状態になります。それでは浅染めしていきます。塩コショウできっちりと全面浅染めしていきます。もちろん骨の部分も含めてきっちりと浅染めしていきます。今回、フライパンでそのまま仕上げますので、オーブンに入れずにじっくりと仕上げていきます。もちろん骨の部分も含めて焼き固めていきますので、骨の部分もきっちりと浅染めしていきます。温めた鍋にまず先ほどキューブに切った油を入れて油を出していきます。その後ある程度温まってきたら肉の塊の油がついてた部分からじっくり焼いていきます。この肉の塊ですけども骨付きでだいたい800から 900g ぐらいあります。今回はオーブンに入れずにこの鍋一つでじっくりと仕上げていきたいと思います。このままオーブンに入れずにやる利点ですけども、基本的に鍋が当たっている部分は熱い状態、それ以外はゆっくりロポゼ休ましている状態を繰り返しながら全面を焼いていきます。そうすることによってジューシーでしっとりと仕上がります。今回は骨付きのままですので肉の縮みも少ないです。オーブンに入れずにこのまま全面をきっちり焼きながら仕上げていきます。
今回結構カットしてますけども、トータル30分以上ゆっくりとつきっきりで仕上げています。もちろんレストランなどだとオーブンに入れてしまった方が早いですけども、その分やはりちょっとパサつくような感じに仕上がると思います。ちょっと手間ですけども、このままつきっきりでじっくりと仕上げていきます。まずポイントとしては、まず全面を軽く焼いていきます。まだきっちり色がついてなくても構いません。全体的に、繰り返し焼いていきますので、まず表面を焼き固めます。その時油が出てきてますので、この骨のところですね、骨に近いところが一番入りにくいですから、そこを重点的にアロゼしていきます。火加減ですけども、中火ですね。あまり強すぎると焦げてしまいます。ですので中火でじっくりと焼いていきます。ここでカリカリになった油部分を取り除いて置いておきます。このようにですね、骨の部分、背骨の部分、肋骨の部分を重点的にアロゼしていきます。この時上からと、あと側面の部分もですね、油がかかるようにアロゼしていきます。続いてこのまま立てた状態で背骨の方からじっくりと火を入れていきます。ここでまたひっくり返して反対側の面を焼いていきます。その時もこのようにですね、骨の部分を中心にアロゼしていきます。骨の部分を中心、あと側面ですね、きっちりとアロゼしていきます。次はこの骨がついてない部分の分を焼いていきます。ここも重点的に焼いていかないと火が入りにくい部分になります。半分以上吸湿温が終わってますので、ここでエシャロット、先ほどブランシールしたエシャロットを入れて一緒にロティしていきます。ニンニクエシャロットも焦げないようにこまめに動かしながらロティしていきます。今この中心の部分触った感じですけども、まだセニャンの状態です。柔らかい感じなので、このままゆっくりと仕上げていきます。このアロゼする作業ですね、非常に重要です。鍋底についているうまみを肉の上に乗せる役割と、ゆっくりと火を入れていく役割になります。このようにですね、こまめに動かしながらニンニクとエシャロットが焦げないように面倒を見ていきます。またここでひっくり返して反対側を焼いていきます。あまりこんなつきっきりでできないという人は180度ぐらいのオーブンに両面焼いてから放り込んでもらったらいいと思います。今触った感じ、まだ若干若いように感じます。この部分ですね、今スプーンでなぞる部分ですけども、だいたい中心のヒレのからその周りですね、この部分火が入りにくいです。ですのでそこも重点的にアロゼしていきます。一旦ここで中の温度を測ります。もちろん温度計があれば温度計を刺してもらったらいいですけども、金串で刺して5秒ぐらい経ったら唇の下に当てて温度を測ってください。だいたい豚ですので55度以上ですね、あればいいと思います。今刺したちょうどかぶりの部分との付け根の部分、火が入りにくいですので、そこも確かめておきます。重点的にアロゼしていきます。このようにアロゼしながら全面を焼いていくと、見てもらったら分かるようにきっちりと色がついていきます。鍋底の旨みが上に乗るのと、全体的にきれいに焼けて美味しく仕上がっていきます。ずっとアロゼしているように見えますけども、編集の関係でそう見えます。たまにはそのままほったらかしで置いている時もあります。ですけどやはりオーブンに入れるよりも手間がかかりますので、オーブンに入れたい人は入れてもらったらいいと思います。ここでだいぶエシャロットの方も火が入ってきたので、エシャロットとニンニクを引き上げていきます。もうこの段階できっちりとフォンダン状になっています。鍋底ですけども、見てもらったら分かるようにまだ焦げていません。旨味がじっくりとついています。後で銃を仕上げていきます。
ここで金串を刺して肉の温度を測ります。あともうちょっと火が入りが足りないので軽く荒ぜしてじっくりと仕上げていきます。いい感じに上がったのでここで網の引いたバットの上に上げてゆっくりとロポゼさせます。この時アルミホイルをかぶせて暖かいところに置いておくといいと思います。ここから今回のソースジューリエトマテを紹介していきます。ここにまず白ワインを入れて鍋のうまみを剥がしていきます。ジューリエトマテですけども直訳するとジューをトマトで濃度をつけるという感じですね。ジューの中にトマトが入っている軽く濃度のついたソースのことを指します。このうまみが剥がれたところで、今回スペシャルですけども先ほどの油のカリカリになったものエシャロットコンフィニンニクを入れて一緒にソースを仕上げていきます。ここで、ジュードポーですね、もちろんジュードポーがなければフォンドボライでも構いませんを入れてこのままゆっくりと仕上げていきます。またフォンドボーの取り方は動画がありますのでそちらを参考にしてください。ここで今回ピューレトマトの代わりにコンカッセトマトを入れます。このコンカッセトマトも動画ありますのでそちらを参考にしてください。これを入れて最後仕上げていきます。もしレストランなどだと、パッセなどをして綺麗なジューで仕上げたらいいと思いますけども今回は家で食べるのでこのままガルニチュールが残った状態で仕上げていきます。味見をした感じ塩はきっちりと入っていましたので胡椒だけを入れて仕上げています。このですねジューの中にある程度ガルニチュールが入っている状態も私は好きなので今日はこのまま使いたいと思います。それではロボゼした肉の方を切っていきます。まず骨の部分をきっちりと外していきます。ちょっとアングル悪すぎて、ちょっと見えませんけども骨の部分に沿って包丁を入れて切っていきます。このようにですねきれいにロゼに仕上がっています。まずど真ん中切ります。このような感じですね。ジューシーな感じでしっとりと仕上がっています。あとはこのままスライスしていきます。薄すぎてもダメですけどもだいたい1センチ弱の分厚さに切り揃えていきます。やっぱりねかぶりの部分の脂の部分も美味しいので、切ってる最中に少し味見しています。今回800から900グラムぐらいの骨付きなのでだいたい3人前ぐらいの量になります。それでは温めたお皿にガルニチュールポムドテローフですねそれと肉をのせて最後ジューリエトマテをかけて仕上げていきます。今回エシャロットコンフィとニンニクも忘れずにかけてやります。基本的に豚肉ですけども吸湿がないので別にラップしてもらっても構いません。綺麗なロゼですね。ロゼよりちょっと火の入った状態を見せたいのであれば切り口全部ラップすることなくこのような感じにかけてもらったらいいと思います。またシンプルにこのガルニチュールポムドテロー風ですけどもまた次回動画を出しますのでそちらを見て参考にしてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。ボナペティー。